もこんにちは。いつもガンプラで成し遂げたいオンドレアスです。今回成し遂げていくキットはこちら。事務会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 。ゴキ使うかは置いといて、今回はこの事務会を使い、今からガンプラを始める人や、初心者さんの多くが抱えるであろう悩み。道具色々ありすぎて何から揃えればいいかわからないんだけど、そんな人のために簡単、安い、効果が高い、そのようなものを紹介していき、おすすめの道具と使い方なんかを紹介していくよ。まずよく聞かれるキット選びですが、こういったでかいキットは単純に時間がかかり初心者さんは途中で嫌になる可能性があるので、HG のスタンダードな箱の大きさのものがおすすめ。HG スジムのように安い、簡単なキットや、最近出てきたエントリーグレードのものが本来ならおすすめ。なんですが、自分が好きでもない見た目のもの作っても絶対楽しくないと思うので、箱がでかくなくて自分が好きなやつ、これが私のおすすめ。また古すぎるキットはおすすめできませんね。左から古いキットで右が新しいキットとなっておりますが、特にこの劇画チックないわゆる旧キットは全く塗り分けがされておらず、接着剤が必要。初心者はマジでやめた方がいいですね。続いて旧キットでもないけど HG でもない古いキット。接着剤こそ不要ですが灯芯などが古く、こちらも初心者さんにはおすすめできないですね。やはり144分の1なら HG のキット。その中でも新しいものほど基本は出来がいいので、なるべくなら新しいものがいいですね。HG の新しい古いは箱絵のデザインでなんとなくわかるものも多いですね。ちなみに事務会の新しさはちょうどガンダムの間ぐらい。というわけでオンドレアスのおすすめは好きな機体で箱がでかくなくてなるべく新しいやつ。作っていくよまずは。なんでもいいからとりあえず作ってみよう。使用機材は爪切り。まずはうだうだ言わずにガンプラ作らせて沼に浸からせる段階。もちろんニッパーがあればそちらがいいですが、ないご家庭でも安心。爪切りでもできちゃうんです。爪切りなのでプラスチックが潰れてめちゃ発火するし、ゲート跡はめちゃ残りますが、関係ないね。ステップ1はとにかくガンプラに触れてもらうステップ。ここでお金かかりそう。と思わせないあり地獄を領域展開するのです。まあ機材や資材0円ならこんなもんじゃないでしょ。待て待て機材や資材がなくてもできることがあります。それはポージング。足を肩幅に開き肩は怒り方。胸を張り肘を内に曲げ顎を引く。ついでに後ろに適当な紙を置いてやりましょう。どうでしょうか？印象がめちゃ変わりませんか？ちなみにポージングは最初の動画見てもらえればわかりますが私もめちゃひどかったです。せっかく作ったガンプラ、どうせならかっこよく SNS に上げたいですよね。これ、ただでできちゃいます。難しいようなら説明書のポージングを真似すれば OK。撮影ブースはお求めやすい価格で通販とかでも売ってますね。はい、ということでまず第一に買ってほしい道具がこちら。別に高くなくていいのでとりあえずニッパー。久しぶりに爪切りで作ってわかりましたが、めちゃくちゃ作業効率悪いです。ニッパーで作るとサクサク作れて楽しさ倍増。まずは手頃なニッパーを買いましょう。ニッパーの次に買ってほしい、お求めやすく簡単で効果的な道具がこちら墨入れ道具。なんですがご覧の通り検索すると4タイプ出てくるので、この中でもどれを買えばいいか説明します。まず一番手前の墨入れペンシャープ 0.3mm。こちらカチカチするとシャーペンの芯が出てくる。そう、ただのシャーペン。墨入れというのはモールド、溝をなぞり、よりディテールをはっきりさせることなんですが、シャーペンなので薄く、簡単に取れてしまいますね。最もおすすめできない墨入れ道具というかシャーペン。続いてガンダムマーカー墨入れ用ブラック。こちらは細いマジックとなっておりますね。シャーペンよりも断然濃く、くっきりとしたラインをかけますが、細先とハイエペンはペン、本当に細いライン引きは苦手。続いて流し込み墨入れペンブラック。文字通りモールドに流し込むタイプ。モールドがはっきりしている場合ご覧の通り綺麗にかつ細く美しく流れ込みますが、このようにモールドがはっきりしていない場所には綺麗に流し込みにくいアイテム。ちなみにはみ出た箇所は専用消しペンで消すことが可能。消しペンでちょん、ティッシュでさっと拭き取るのがいいんじゃないでしょうか。最後はエナメル塗料の墨入れブラック。流し込みペンとほぼ同じですね。違いはこちらの方がはるかに大容量で連続作業もしやすいかな。流し込みペンにも言えることですが、毛書き針を使いモールドをはっきりさせてやることでより綺麗に流し込めますね。この時力を入れると切削面が毛羽立つので、優しく何回もやるのがおすすめ。毛がいたことにより、しっかり流し込めるように。エナメル塗料はこちらのエナメル溶剤で拭き取るよ。これは特大タイプですが、最初は小瓶タイプでいいと思います。墨入れペンと違いご覧のようにブワーっと適当にやって、
ブワーっと適当に拭き取ることができるので作業効率が段違。はい、右側が墨入れしたもの、見えづらかったモールドが可視化しただけでぐっと引き締まりましたね。墨入れ道具はエナメル墨入れブラック、エナメル溶剤、毛書き針のセットがおすすめ。ちなみに白のボディにブラックで墨入れすると黒が強すぎて浮いた感じになるので、気になるようでしたら後々そちらも買ってもいいかと思います。ここまでのフローチャートです。もうすでにかっこいい事務界。しかし事務界のポテンシャルが発揮されるのはまだまだここから。続いて手に入れてほしいのが艶消し。入りやすいスプレー感のものがおすすめですが、検索すると4個ぐらい出てきますねデジャブ。特徴としては左から、塗膜が弱いが水性なので匂いがきつくない。塗膜が弱いが発火しにくく水性なので匂いがきつくなく若干割高。塗膜が強いがラッカーなので匂いがきつい。そして艶消しの他に光沢や半光沢といったタイプ別があるので間違えないように注意。艶消しを拭く際はこういった台座と持ち手棒があると便利。こちらはがっつり塗装するための大きい虎の手ステーションと虎の手ですが、艶消しするぐらいならこれより小ぶりな猫の手ステーションと猫の手でいいんじゃないでしょうか。使い方は何かしら艶消ししない箇所を挟み込んだり、ぶっ刺したりといった感じ。今回は一番ポピュラーなこの青い水性艶消し使いましょう。注意点としましては湿度の高い時にやると発火してしまうので、プラ模様乾燥機のない人は湿度の高くない時にやりましょう。はい、右が艶消ししたものです。クリアパーツのメインカメラを誤って艶消ししてしまいカメラが曇ったのはここだけの秘密。プラスチック特有の安っぽい艶がなくなり、高級感が一気に出ますね。墨入れと同じく簡単でめちゃ効果的な作業。匂いが出るかつ有害なものなので、塗装ブースがなければ屋外での使用が丸。近隣住民や同居人に気を使わないといけない環境なら水性のもの、コスパ重視なら青、クオリティ重視なら緑。ラッカー液の匂いを出しても大丈夫な環境ならラッカー艶消しを使うのがおすすめ。続きましての揃えてほしいアイテムはこちら。ヤスリがけグッズ。左が必要品、右があると楽になるけど必須ではない贅沢品。左からデザインナイフ、金属ヤスリ、スポンジヤスリ、こちらは紙ヤスリでもいいんですけど、紙ヤスリより使いやすいこちらがおすすめ。そしてアルティメットニッパーもしくはイニッパー。電動のポリッシャープロ、こちらは同じような類似品あるのでこれじゃなくても大丈夫。まず安いニッパーでゲート跡をある程度残し余裕を持って切り離し、そのゲート跡をデザインナイフで切り落とす。もしくはイニッパーで切り離す。イニッパーで直に行くと、ランナーで挟まって負荷がかかり、折れる可能性があるので注意。切り取った後を金属ヤスリ、スポンジヤスリの順にかけていく。この作業が電動でできれば楽ちん。ヤスリがけとは関係ないですが、組み間違えなどで分解したい時にマジ便利なのがこちらのパーツオープナー。我こそはおっちょこちょいという人にもそうでない人にもおすすめしたい一品。こんな感じでヤスリ跡は目立ちますが、艶消しを拭くことでかなり目立たなくなるんですね。はい、あんまり違いがわかりませんね。ヤスリがけは墨入れ、艶消し作業に比べ大変な時間が必要。その割に見た目がめちゃ変わるわけではない。そしてヤスるなら痕跡を艶消しで消したい。それらの理由から基本工作ですが優先順位を染めにしました。しかしよく見るとこのように明らかに綺麗になっており、ここまでやれば経験者もにっこりしてくれるに違いなし。切れ味のいいナイフ、ニッパーでも白色化はゼロではないので、少しの白色化も気になる人はゲート跡を残してヤスリでいきましょう。次はゲート処理をするとより気になってくるこちら、合わせ目を。こちらを使い合わせ目消しします。速乾性プラモデル用接着剤。プラモデル用接着剤。0.3 と 0.6 の段も。まずは最も一般的な合わせ目消し。速乾でない接着剤での合わせ目消し。合わせ目を消したいパーツの双方にたっぷりと塗り、この国がこれからどうなっていくのか少し考えた後に度塗りしてガッチャンコ。ここでむにゅっと接着剤が出ないと意味ないのでめっちゃ力を入れてくっつける。乾燥させた後はヤスリがけ、速乾でない接着剤は乾燥に1日かかるとも言われているほど乾燥が遅い。焦らずしっかり乾燥させよう。続いて速乾性接着剤こちらは流し込むように使うものとなっており、パーツを分離させることなく隙間に流し込む感じ、成型色仕上げなので後はめ加工もしなくていいですね。乾燥後は普通接着剤と同じ要領。段落ちモールドを作るから段も、私が使っているのは 0.3 と 0.6 のもの。このように左が 0.3、右が 0.6 となっており、段落ちモールドを作りたい部分に当てがって引っかくだけ、強く引っかくとガタガタになる。
これが段落ち処理前。これが段落ち処理後、しっかりモールドになっていますね。お次はこちら筋彫り。墨入れで使用した毛書き針。ラインチゼル 0.15mm に、ガイドテープ。筋彫りは効果的で使用機材も安いんですが、作業時間がめちゃかかり、難しい工程となっておりますね。ジムやガンダムのような角々しい機体の方が掘りやすいので、モールドの練習するなら連邦機がおすすめ。私はラインチゼル使ってますが、同じような商品 BMC タガネというものが人気すぎて手に入りませんけどね。掘った後は墨入れと同じ要領。この細いラインにペンで墨入れするのは厳しい。この観点からも墨入れ道具はペンではなくエナメル瓶のものをおすすめしますね。はい、肩、二の腕、フロント、サイド、リアスカート、そして太ももにディテールを入れました。情報量のアップとともに合わせ目消しにより小綺麗になりましたね。いよいよデカールやっていくよ。ミスターマークセッター、ピンセット、配給パーツ3のオリジナルデカール、白と赤それぞれ2種類あり、非常に汎用性が高いので白2種類赤2種類ぜひとも買っておきたいところ、144分の1用と100分の1用があるので間違えないようにしよう。これだけを使ってると飽きてくるので、バンダイのガンダムデカールを併用するとなおグッドですが、それは今回は置いときましょう。使用するデカールをナイフやカッターで切り取り、ぬるま湯にぶち込んで、ピンセットですくい上げ、スポンジやタオルなどの上に干す。マークセッターを貼り付けたい場所に塗布し、一定時間置いたことにより動くようになったデカールを貼るよ。ぬるま湯だった理由はこの動くようになるまでの時間がぬるま湯だと短縮されるため、綿棒を転がして空気抜き、これを何箇所もひたすら繰り返し、いいんじゃないでしょうか。白っぽい箇所には赤のデカール暗い箇所には白デカールを貼ることでよく見えますね。ラストです。基本工作最後にしてなんだか難しそうでハードルの高い部分塗装。まあ大体ガンダムマーカーかエナメル塗料、このどちらかが通常をされるんじゃないでしょうか。多すぎるっぴ、こんなのいくらかかるんだ揃えられねえよ。安心してほしい？はい、よく使うカラーだけにしました。あるに越したことはありませんが、実際そんな使わない。ガンダムマーカーはシャインシルバー、モノアイとメインカメラ用のメタリックピンクにメタリックグリーン、そしてゴールドですね。エナメル塗料よく使うのは大体これら、まあ使いたい色がない場合、調色して作り出すことができる、エナメル塗料の強みですね。筆は面相筆となんか、とにかく細先が丸。ガンダムマーカーはマジックのように直塗りしていくアイテム。リスナーにおすすめされたアイテム、アーティスト4マーカーも試してみましょう。なんだこのメタリック、他を圧倒するメタル感、強すぎんか。シルバーと一言に言っても全然違うんですね個人的には今回使った中では、4マーカー、ガンダムマーカーのシャインシルバー、あと2つはどっこいかなと思いました。マーカーでは細かい場所は塗れないので、そのための筆、マーカーもこのように塗料を出せば、筆につけて使用することが可能。エナメル塗料は墨入れの時同様、エナメル溶剤で拭き取れるのが最高なんですが、何か知らんけど4マーカーもエナメル溶剤で拭き取れました。つまり筆につけてもエナメル溶剤で落として手入れできるので、品質だけじゃなくて扱いやすさも抜群ですね。薄塗りだとごわつくので、4マーカー綺麗に塗るコツはベタ塗りかなと思いました。ということで部分塗装のおすすめセット実際に使ってめちゃ厳選した結果こちら。ガンダムマーカーはメインカメラ用の2種、エナメル塗料はこれがあれば大体対応できると思います。筆塗料には下出るカラーという高品質なものがありますが、ヨドバシでエナメル塗料1瓶126円に対し、下出るカラー1瓶601円、神々の遊びみたいな値段してるんでちょっと初心者におすすめはできないかなと思いました。最後に艶消し。艶消しにはデカールを保護するコーティングとしての役割もあるので、デカール貼るなら必須。成し遂げたて。はい。本工作だけでここまでクオリティが上がりますね。もうここまでできれば初心者ではないんじゃないでしょうか。なんでもいいんですけどアーティスト4マーカーのギラつきやばいですね。対戦ゲームなら弱体されるぐらい強いよこれ。他にもメタルブルーとか出してほしいぐらいですね。あれこれ言いましたが一気に買ってくれというわけではなく、少しずつ無理なく揃えていけばいいんじゃないでしょうか。今回おすすめ購入順序ということでやりましたが、これは実際に私が初心者だった頃何から買えばいいのかわからなかった。実体験からこういう動画あればいいんじゃないかなと思い作りました。この動画がこれから始める人や初心者の役に立てれば幸いです。
ちなみに冒頭にも表示しましたが、あくまでおすすめ購入順序、作業順序とはリンクしていないので、今回の作業を本来の流れにするとこんな感じです。それでは今回はこの辺で